はい、今回は After Effects でこんな感じの 3D タイトルアニメーションの作り方をご紹介していきます。こちらの演出はディズニーのインクレディブルファミリーという映画の予告編の最後に出てくるタイトルのアニメーションをモチーフにしているのですが、そちらを見た時にパッと AE で 3D タイトルを作る作り方を紹介するのにちょうどいいなと思い、今回ご紹介することにしました。そしてまずこちらのタイトルを作る前に下準備としてこんな感じの素材を用意しています。イラストレーターでこんな感じのアイコンの画像ともう一つタイトルのグラフィックですね。こういった素材を AI データで保存して2つ用意しています。では実際に After Effects で作っていきます。まずコンポジションを作成します。コンポジション新規カット01として5秒のコンポジションを作るのですが、今回はこの 3D レンダラーの項目からシネマ 4D を選択しておきます。これを使うことで AE の中で奥行きを作ることができます。OK。まず背景を作っていきます。レイヤー新規。平面で BG01 として黒い背景を作成します。これにエフェクト、描画、グラデーションを適用します。赤と黒。放射状にして赤をセンターに配置。そして黒を離してグラデーションを作ります。一旦こんな感じとしておきます。そして 3D レイヤーにチェックを入れて、レイヤー新規。カメラを配置します。35mm を使っていきます。そして背景 P を押して1で後ろに移動します。ざっくり2000としておきます。そして S を押してスケールで全体表示にします。これでまず 3D の空間ができました。次にここに素材を配置していきます。まず一つ目、アイコンを読み込んで配置します。ざっくり大きさを作って、まずこのアイコンを 3D 化していきます。この AI を選択してレイヤー、ベクトルレイヤーからシェイプを作成すると、この元の AI が非表示になって、こんな感じで新たにシェイプのグラフィックが作成されました。そしてこれに 3D のチェックを入れます。そして R を押して回転。ちょっと傾けておくと分かりやすいのですが、タブを開くと形状オプションというものがあります。ここから押し出す深さとありますので、ここで奥行きをつけることができます。ここでは100としておきます。そして通常のトランスフォームのアニメーションをつけていきます。P1 ですね。この辺りから始まって10個まで近づいてくると。さらに R、回転ですね。Y 回転にキーフレームを打って0から始まって10個までこう回転すると。最初のキーフレームには F9 でイーズをつけておきます。すると、こんな感じとなります。そしてひっくり返った時にタイトルに変わるようにしますので、ここでレイヤーは切っておきます。コントロール、シフト、D。デリートですね。すると、こんな感じとなります。続けて2つ目のタイトルを同じように配置していきます。タイトル素材を読み込みます。配置します。ざっくり大きさを決めて、同じようにレイヤー、ベクトルレイヤーからシェイプを作成。そしてシェイプの方を 3D 化して、R で角度をつけて、奥行きを作っていきます。形状オプション。押し出す深さで増やします。
こちらは200としておきます。そして続きの動きをつけていきます。R で Y 回転。キーフレームを設定します。そして時間を進めて0に。そして最後のキーフレームには ease を F9 で設定。すると、こんな感じですね。少し回転が速いのでずらします。さらに1のアニメーションもつけていきます。P。1にキーフレームを設定して手前に移動。そして時間を進めて決め位置に下がっていくと。0としておきます。F9 で ease。こんな感じですね。これでベースとなる 3D のアニメーションができました。少し回転を早めます。こんな感じですね。下がっていく動きはもう少しゆっくり。次にライトを配置して撮影のシチュエーションを作っていきます。まず一つ目のアイコン。これは一つ正面から光を当てて陰影が作れればいいので、レイヤー、新規、ライトでポイントライトを作成します。強度は100。そして P、1を少し手前。正面から当てるようにします。すると、ライトのありなしを比較すると、なかった時はのっぺりしていたのが、正面からライトを一つ置くことで、陰影ができます。こんな感じですね。少しライトを強くします。こんな感じとしておきます。そしてこのライトはこのアイコン専用のライトですので、レイヤーの長さを合わせます。コントロールシフト D、デリート。次にこのタイトル用の照明を作っていきます。ベタっとしていますので、陰影をつけていきます。レイヤー、新規、ライト。次はスポットライトを使っていきます。まず、右側に光を当てていきます。位置を右に移動。距離を調整しながら当たり具合を変えていきます。ライトの強度も調整します。こんな感じとしておきます。さらに、ライトをもう一つ追加します。レイヤー、新規。
ライトでスポットライト。次は左側から当てます。位置を左に移動。こんな感じですね。強度も調整します。さらに微調整を行っていきます。こんな感じで陰影を作ることができました。今このライト2つはこのタイトルよりも手前に配置した状態となります。ですのでタイトルが動きながら後ろに下がっていくことで、こういった感じで光の当たり具合が自動的に変わります。こんな感じですね。こんな感じですね。ライトは動いていないのですが、被写体が動いて距離が変わることで、こう光が、陰影が変わります。そして次に、この正面になるぐらいから手前に配置したフロントライト2つを弱めていきます。強度にキーフレームを設定します。そして時間を進めてどちらも10、10とします。ほぼ真っ暗な状態ですね。U を押して強度を表示させます。タイミングを調整します。こんな感じで正面を向くと同時にフロントライトが弱まっていくと。そしてさらにもう一頭ライトを配置します。レイヤー、新規、ライトでポイントライトを配置します。そしてこのポイントライトは P を押して1ですね。このタイトルの文字より後ろに配置します。タイトルの決め位置が0ですので0より後ろですね。すると逆光になります。この逆光の光をフロントライトが消えるのとは逆に点滅させるようにします。ライトオプションで強度0スタートですね。でキーフレームを設定してフロントが消えるのとは逆に明るくなっていくと。200ぐらいとしておきます。するとこうフロントライトの陰影があってフロントライトが消えつつちょっとタイミングを調整します。
こんな感じですね。正面のライトの陰影から逆光の表現となります。タイミングを調整します。このあたりは地道にプレビューしながら行っていきます。少し強度も調整します。こんな感じとしておきます。これでベースの 3D のアニメーションが完成しました。最後に光の装飾を加えていきます。これもいろいろ作り方はあるのですが、今回はアフターエフェクツ標準のレンズフレアを使って作っていきます。まず最初のシーンですね。レイヤー新規。平面で黒い平面を作ります。レンズフレア01として、エフェクト、描画、レンズフレアを適用します。描画モード、加算、そして配置します。ざっくりと位置を合わせていきます。レンズの種類は 105mm。そして光源の位置にキーフレームを打ってざっくり位置を合わせていきます。時間を進めて、光をエッジに入れていきます。そしてレイヤーの終了時点でコントロールシフト D で切ります。するとこんな感じですね。そしてもう一つ配置します。レンズフレアの平面を使い回して描画モード加算でもう一つレンズフレアを適用します。今度はこの逆光の光源を作っていきます。ソロ表示にします。レンズの種類は 105mm。で、真ん中に配置しておきます。そして光源を柔らかくするために、楕円形ツールでマスキングします。
センター配置ですね。そしてマスクの境界線をぼかします。元を表示するとこんな感じですね。そして、この後ろの明るさが明るくなるのと合わせてレンズフレアを表示させます。T を押して不透明度0から時間が進むと100になると。こんな感じですね。そしてレンズフレアの色を作っていきます。エフェクト、カラー補正、トライトーン、黄色寄りですね。白も少しクリーム色ぐらいの感じに設定しておきます。すると、こんな感じとなります。少し位置の動きをもう少しゆっくりにしておきます。そしてこの 3D テキストのこの上の部分ですね、サブテキストの部分はこんなに奥行きはいらないので、ここを分けて奥行きをなくしていきます。コントロール D で複製します。上の方のコンテンツからこの下の文字の部分だけを選択します。21までですね。21までをデリートで削除。すると上の部分だけが残りますので、上の部分の形状オプションですね。から奥行きを0。そして下のテキストの方はコンテンツから上のサブテキストの部分だけを選択してデリートで削除。すると上と下を分けることができました。上は奥行きなし。下は奥行きあり。こんな感じですね。これで完成です。こんな感じで文字を押し出して立体化して、その立体を動かしつつ、いい感じに光を当てて陰影をつけてカメラで撮影することで 3D のタイトルアニメーションを作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。